始まりましたね。あ、始まりましたね。どうやら始まったようですよ。今日あれなんですよね。はい、そのモデレーターがはい、ちょっとこのチャンネルだから、はい、その僕の視聴者が来てるのはモデレーターじゃないので、ちょっと荒れたら、はい、もう今来てる方に頑張ってもらわないと。はい、よろしくお願いします。言っとくけど僕はアンチめちゃくちゃ多いんで。多いです。はい。もう二極化してます。あ、存じ上げております。なんで知ってんですか。なんか今日一兵衛さんの番組出ますよっていう風にツイートしたときに、一兵衛さんがちょっとこうなった時の話をなんかこう記事を貼られて、どうなった時？こうなった時こうなった時のなんかニュースの引用をこうわざわざ貼っていや、交差はしてなかったよ。こうなった時のやつの記事が来て、あ、すごい二極化してるんだなっていう風に感じたんですよね。ああ、なるほど。その辺はあれなんですか。僕はこの YouTube 上ではちくわんって言ってるんですけど、打つやつ。ちくわんって打つやつ。その辺はどっちかに二極化してますか。私ですか。どっちにもなってないですね。なんか今日いっぱい勉強しようかなと思って。そっち。はい、一兵衛さんがどういう風なこと考えながらなのかなっていうのをいろいろ聞けたらいいなと思って今日遊びに来ました。そうですか。はい。じゃあテーマ変えるかもしれない。面白くなればその方向でお願いします。わかりました。で、一回ちょっとそのテーマで考えてきたのがあるんですけど、はい、そのお金のことをテーマにしようと思うんですけど、お金。ちょっと自己紹介を兼ねて、はい、なんかお金の思ってること、すごい無茶ぶりでしょ。何でもいいですよ。何でもいいですか。でも社長はちょっといろいろね、人生長いんであると思いますけれども、ちょっとお金を、はい、お金についてのお話ですね。じゃあ順番に。はい、鬼塚ありさと申します。女優のお仕事してます。お金に関して今自分で拍手しようとしたんですか。すみません、こっちが聞かなくて。オープンって言ったからね。お金に関してですか。なんかいろいろ思うのは、私結構税金のことに関していろいろ思ってる。おお、いきなり結構上級編できました。すみません、なんかちょっとちょっと侮ってました。なんかまだ決まってはないけど、なんか自動車税とか、なんか今後なんかその距離によって上がるとかなんか言われてるじゃないですか。なんかそれって都会の人たちは確かに電車とか交通の便があるから車持たなくても大丈夫じゃないですか。だけど田舎に住んでる人たちってどうしても車がないとスーパーに行けないだとか、コンビニに行けないとか、そういうのが1000人超えました。1000人超えますよ。あると思うんですけど、なんかそれでなんか増えちゃったら田舎の人たちの負担っていうのがすごいのかなっていう風に感じました。そうですよね。真面目だね。真面目でいいじゃないですか。別にね、芸人じゃ目指してるわけじゃない。確かに女優さんですからね。そう、別に面白いこと別に無理して言わなくていいんですよ。最近思ったことがそれですかね。はい。でも他も増税とか言ってるでしょ。他にもなんかありますよね。住民税あれなんでしたっけ、保険がどうたらこうだろうね。なんかそれも上がるみたいな。
そういうのはどう思う？なんかもう住みにくくなってくるなっていう。思って、ちょっとだからどうしようこれから。それは思いますね。なるよね。なりました。素晴らしい。ちょっとそこをもうこれが終わる時には、いやもうこれいけるってなるようにちょっと今回の配信で楽しみです。じゃあなんかはい。じゃあ自己紹介ですね。にじみんと申します。普段はお芝居とグラビアで活動しておりまして、クルーズ TV 内ではにじみんのキラキラ虹色道場という番組のメイン MC をやらせていただいておりまして、もう1年ちょいになりますかね。あっという間。でなんか本当に今回ゲストで参加するのが初めてなんですよ。このクルーズ TV 内でのゲスト参加が初めてで、お金についてお金は何本あってもいいなって思いますね。はい、以上でございます。ありがとうございます。じゃあ社長のはい、クルーズ TV 今日の社長でございます。さあ、久しぶりの一兵衛さんの、トークが聞けてとても楽しみにしております。まずお金ですね、欲しいです。すごく欲しいです。イラクディナール両替してもらっていいですか？今日持ってますよね、きっと。いやもうそんな持ち歩かないですよ。イラクディナールいくら出せばいいですか？これですか？何ですかこれ？イラクディナールっていう単位。すごいマニアックなお金ですよ。マニアックなお金？そうです。それいくら払えば譲っていただけますか？買えばいいじゃん。財布開いちゃってるわ社長。普通に買えばいいじゃないですか。もうどこでもってわけじゃないですけど、結構買えますよ。いっぱい。なるほど。さあこれからそんな話を聞こうかなって思います。楽しみ。で、なんかね今日面白い記事あったんで、ちょっとそれ読まさせてもらっていいですか？お願いします。なんかねその日本円のことについてなんかあったんですよね。まず日本政府は円はお金ではないと認めているっていうタイプ。どういうことだ？すごくないですか？すごいですね。日本政府がその円はお金じゃないと認めていると。じゃあ私たちが使ってるお金っていうのはそうお金じゃないってことですか？そうです。紙切れなんですよ。紙切れ。読む前に結論を言う。本当に。じゃあどうすんだよって話になってくるんだけど、別にそこは心配なくて解決方法もあるんですよ。でまず最初ちょっとそのどうすんだよっていうところがちょっと続くんですけど、その経済危機では資産が大多数の人たちの元から一部の人たちの元へ移動しますと。だからお金がなくて困ってる時、不況とか、今とかもそうじゃないですか。そうですね。そういう時っていうのはだいたいたくさんの人から一部の人にお金が流れていくシステム。だ医療関係とかすごいじゃないですか。そうですね。マスク1枚でいくら稼いんだって。確かに。そうでそうやって移動していくと。で経済危機の定義とは、資産が一気に移動する時期だと言えると思います。これやばいよっていう時は、今言ったように一気にお金が一部の人に流れていく。例えば戦争とか。そうするとなんかあれも買いだめしてとかやらないとってなってって、オイルショックとかの時みたいな。そうです。一部のそういう持ってる人たちのところにどんどん流れていく。で貧乏な人たちはどんどん貧乏になっていく。その今言ってた税金の同じことですね。だからもうその地方でどっか行くのにも車で行かなくちゃいけないしとか、そういう人たちから税金を取っていくと。でその車の税金っていうのも面白くて、石油、ガソリンがそのロシアとウクライナの件で高くなってるから上げるんだって言われてるんですよ。だけどそれ大嘘で。そうなんですよ。そうなんですか？サハリンって言って、その石油とかの権利をロシアの市の権利を日本が 30% 持ってるんですよ。そう。でそれニュースとかでも普通に流れるんですよ。NHK とか見てても
普通にそれで制裁をするとかって言っときながら、もう次のニュースになったら、大阪ガスがロシアと取引を始めました。おかしいでしょ。おかしいですね。そうで日本って矛盾すごいことが起きてるんですよ。確かに確かに。でそのからくりもちょっと今話していくと分かるんですけど、おー楽しみ。そうなんだのそれっていうのが全部解決するんで、おーで、なんだこれなんだっけこういうなんか授業やる人いますよね、番組で。ああでもそうですね。誰でしたっけ、おじいちゃん。おじいちゃん。はい。あちょっと待って。何でしたっけ。社長のね。坂上忍じゃない。なんでしたっけ、わかります。なんかいるよね。いますね。私も見たことあります。そう。はい。あの人ね、言ってること大体全部嘘なの。嘘なの。あれめっちゃ信じてたんですけど。でしょ。なんだっけ名前、なんでしたっけ。なんだっけ有名なね。はい。テレビいつも出て偉そうになんか頭良さそうに喋ってるのいるじゃないですか。視聴者さんとかで知ってる方いらっしゃいますかね。池上彰。ああ。そう。テレビ番組持ってる方ですもんね。そう。あれは嘘ですよ。嘘なんだ。へえ。あれですね。工作員です。そう。工作員って工作員ですか。そう。テレビとかであったら工作員って言った方がいい。大丈夫です。出たな工作員。ショッカーが現れた時みたいな感じ。どうせゴムだから。そう。ゴムなんですか。工作員って言うとちょっとほら全部嘘ですって言ってるでしょ。へえ。工作員って言うとちょっとなんか事務所とかの問題出そうだから。フリーなんで大丈夫です。ゴムって別に悪口じゃないから。そう。ゴムっていうのはつまりどういう感じのことですか。どういう感じ。話ちょっとずらします。例えばこういう感じですよ。この歯が出っ歯がなくなっちゃった。本当だ。ブレードマークなのに。顔もちょっと変わっちゃってる。ちょっとむくんでる感じしますね。歯が縮んでる。本当だ。これね、どこにあるんですか。こう、大体ここ視聴者はね、知ってるんですけど。これじゃ近い、もっと近くね。この歯が変わっちゃったの。でこれよくある現象で、中の人が変わると、そのマスクかぶっても歯とか耳とかは自分の出したりする。そう。だから変わっちゃう。信じられる。いやなんか不思議だなって。皆さんコメントで書いてます。そう。だから急になんか歯が引っ込んださんまさんがいたり、出てるさんまさんがいたりみたいなことが今世の中で起きてる。あとこれは首相。こことかおかしいでしょ。本当だ。皮膚がたるんでるように見えますね。マスクだから。次目ができた。これね、みんなね、もうね、ゴム欲求もう最近飽きてて、もう別にこれやる必要ないんですけどもこれも本当最近のやつですね。だからね、世の中ね、すごいマトリックスって映画見た？見たことない。あれ見た方がいいよ。古いけどその1、2、3まであるのかな。そのなんかカプセルを飲むと今の現実が全部作られ物だったってことに気づくわけ。そういう話ですよね。でも嘘だらけで全部作られてるとしたら怖くない？確かに。そうだからこの今のお金の話もその中の一つで、でもお金って大事じゃない。生活できないからさ。それが実は嘘だったっていうのを政府が認めてるっていう内容なんです。続きいきますね。はいお願いします。その一気に経済危機っていうと移動しますと、でもし資産を受け取る側にいたいのであれば、今の経済システムについて知っておく必要がありますと。でちょっと難しいとしても、経済がどのように動くのかを知っておく必要があると。なぜなら知らない人たちっていうのは資産を失う人たちで、
学ぶことで自分に投資した人たちの人には資産が移動してくることになると。で、まあそのお金のことについてって学校勉強しないからです。そうですね。海外とかはしてるんですよね。そうそうそう。ですよね。日本だけ。なかなかのマネーリテラシー。なかなかの。女優さんですね。でもこういう授業をしながらちょっとゴムとか入れるから紛らわしくなるんだけど。それで今の経済のシステムの本質は邪悪なもので、人々を奴隷化するものですと。働かせるためだけの。で、本人が奴隷であると認識しているかどうかに関わりなく、労力を差し出しているのに対し、正当な対価を与えられないというのは、奴隷の定義に合致しますと。確かに。わかる？ひたすら働かされて何も報酬がもらえないっていう状況は奴隷と同じってことですよね。そう。だからもうこっちがさ、いくら働いてももう決まった。いくら頑張ろうがなんだろうがって言ってそんなに変わらないで、人生の生涯年収っていうのが決められちゃうわけじゃない。確かに。で、まず根底にある認識を改める必要があるので、分かってほしいことは、日本円というのはお金ではありません。米ドルもユーロも同様ですと。ヨーロッパのお金もアメリカの米ドルも全部同じですと。で、これはこの書いてる人が言ってるのではなくて、日本政府が述べていて、しかも小学生5、6年生程度の知識としていますと。で、定義によるとお金には価値の保存機能があることになっていますと。で、その小学生5、6年生程度っていうふうに今書いたんだけど、その政府がね、出してる知識として。で、そんなには習わないんだけど、教科書に載ってないこともないのよ。最近の。最近の。だから2人の場合はちょっと分かんないけど、俺のその年齢の時は載ってなかったんだけど、そのロスチャイルドっていう人がいるのね。その人が銀行を作った。で、紙幣発行権って言って、お金をいくらでもその人たちはすれるわけ。銀行ですか。そう。だからお金を作った人がいるの。で、その一族だけだもん。その権利を持ってる。ロスチャイルド家。ロスチャイルド家。そう。聞いたことある？聞いたことあります。陰謀論者ですね。たまに TikTok とかで、なんかちょっと陰謀論系のこういう動画がたまたま回ってくることなんですよ。結構トピックとして扱われてますよね、ロスチャイルド家って。そう。で、陰謀論っていう言葉は、俺たちをごまかすために作った言葉ね。そうしないと、だってロスチャイルドが銀行を作りました、お金を作ることができますっていうのは小学生でも習う教科書に載ってる範囲の知識なの。でもそれを言うと、大人になって言うと、それはあれ陰謀論だよ。そうなりますよね。そうで、わけが分かんない。教科書に載ってるのにそれを言うと陰謀論だ。どっちだよ。確かに。矛盾しちゃいますよね。だからお金を日本円っていうのも政府が吸ってるんじゃなくて、吸ろうと思うその権利を持ってるっていうのはその国じゃない。そう。ロスチャイルド家が。そう。だから日本の銀行だから日本の銀行かっていうとそうじゃない。違う。日銀があれしてるんじゃない？日銀っていうのは、その筆頭株主はロスチャイルドとか。そうだったんですね。日本中央銀行ね。ロスチャイルド家がもう管理してると言っても過言ではないというか。もうだって筆頭株主だから。どうにでもコントロール。そうなんですね。だから株式会社とか証券会社っていう扱いになってるね、政府とかね。まあそれもでも過去のことで、今変わってきちゃったから、そう、ロスチャイルドがそのもう上場廃止ってなって、その今までのお金の時代がこれから変わっちゃうんだよ全部。なのでさっき言ってたイラクディナールっていう話とかになってくるんだけど、だからこの話は最後には、時間内に終われるかどうか分かんないんですけど、もう終われなかったらもうそれで終わるから。だけどもう全然なんか知っといて、今まではこうだったんだっていう感じで聞いといてもらったなっていう。で、その価値の保存機能があれば、日本円も米ドルにも
インフレっていうのは存在しないことになると。インフレでそう。でもし日本円はお金であるという人に、いや日本円はお金だよっていう人にね、日本でインフレがあるのかどうかと聞いたら、その答えはある。日本にインフレってあると思う。インフレ、デフレって言いますよね。あるよね。あるよねって言ってる。だからインフレが存在するっていう時点で、もうそのお金の定義から外れちゃってる。だからもう生活できないわけじゃん。保証されてないわけじゃん。確かに。そう。もうその時点でお金っていうものの存在の定義から外れていくわけ。だから騙されてる。でもしサラリーマンが給料でその塩で支払われるとしたら、もう今月の給料この塩で何グラムです。で逆にそれ払われるとしたら、それは100年後でも使えるかもしれない。その塩は。確かに。だけどその日本円で支払われるとしたら100年後には使われなくなっていることでしょって書かれてる。ああ、なるほど。インフレとかって起きる時点で、そうですね。そう。どんどん価値も変わってきますし。そう。さっきのイラクディナールっていうのは、今価値が復活してる。だけど前はアメリカに石油を奪うために、わざと戦争をふっかけて生み出して、そういうロスチャイルドとかそういう人たちでそういうことするんだよ。あ、そうなんですね。そうで、なんでそういうことするかっていうと、戦争するから武器とか必要でしょ。はい売りますってやる。それでどんどん国に貸してって、で大統領とかいきなり飛行機で落ちたり、いなくなっちゃうわけ。アメリカとかいっぱいなくなってるでしょ、大統領。確かに。そういうことをやってって、それで金貸して利息をつける。で向こうはそのお金っていうのはすればいいだけなの、紙切れを。その紙切れを貸してって利息を2人から取ってって、で返せなくなっちゃう。確かに。そしたらどうするかっていうと、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんから譲り受けた土地とかを取っていくの。差し押さえちゃう。でもそうなりますよね。確かに。そう。払えなくなると。で俺たちが土地持ってるから、そこにマンション建てるから、家賃払って住めと。お金取られもう何もなくなっちゃう。そう、大家さんだったの。確かに。それで国民を奴隷にしていくわけ。紙切れで。そういう仕組みになってるんだ。そう。お金って怖いですね。怖いですね。親に聞いてみな、怖いよって言うから。お金っていいよねっていう、なかなかそういう風な人はいないよね。日本人だとね。もうお金が大切だけど、なんかそれで人間関係が壊れたり、家族が離婚したり、嫌な思い出っていうのはいっぱいあると思うね。円の切れ目はお金の切れ目みたいな言葉もありますもんね。そうやっぱどうしてもね。あっちから出てきます。スーパーチャットこれいただいて。それ見せてください。スーパーチャット。リアルスーパーチャットって言って僕はこれいただきました。すごい。それイラクディナールドンか。ドンです。ドン次ですよ。ベトナム。半年ぐらい前に。次来るドン。次来るドン。半年ぐらい前ですかね。観覧のお客さんから店長さんリアルスパチャです。生意気な。これもその復活する、これから。ただ復活するんじゃなくて、資産担保っていうのがついてるお金になってくる。資産担保。今までは紙切ればっかりなわけ。で日本円もそうなのね、まだ。だけどロシアと取引してるっていうことは、そこに本当はなんかね、現物の裏付けができてっていうの今。でこのベトナムのドンとかイラクのディナールっていうのは、その現物の金とか銀とか、石油とかの担保の裏付けがあるお金になってる。そうだから今まで勝手に吸ってたやつらをいなくさせて、そのプーチン大統領とかドナルド・トランプ大統領とかがそういう世界では有名なんだけど、そういうことをしてくれてる人たちがいるわけ。世間では悪く言われてるんだけど、本当はめちゃくちゃいいやつたちなの。そうで、そういうのも悪いイメージにするために、池上彰とかが悪口言ってるの。そのままの偽札のさ、紙切れので言うことをみんなを聞かせた方がいいから。確かに。札でこうね、紙切れで
ほっぺたパチパチやって俺は脱げとか確かに殴られると悪い気しませんもんね。そうそういう支配が今終わっていくんですけども、それ大事ですね。それ大事です。で、ですからその日銀がインフレについて語るたび、お金ではなく通貨を発行するかどうかについて語っていることになります。これわかります？日銀がインフレについて語るたび、日銀がね、そのインフレって言葉を出すたびに、それはインフレっていうのはイコールお金のことじゃなくて、その紙切れの通貨をどれだけするかっていう、ことを語っているっていう。だからその紙切れでまた自分たちはどうにでも働かされたりできちゃうから、景気とかでいじってって、でその今言ったことを理解するだけ、別にだからって言って何かしなくちゃいけないわけじゃない、どうにもならないじゃん。確かに紙切れだって言われたって、だって生活するためには働かないといけないですよね。でもこれを理解するだけで、世界人口の 99% よりも有利な立場に立つことができますって書いてあるの。残りの 1% になれるってことですね。そう。でね、一番ね、そのね、僕が考えるその紙切れに対する今自分が何ができることがあるんだったとしたら、なんか思いつくことある？なんだろう。考え方を変えるとかですかね。今持ってる紙切れなわけじゃない。紙切れをそのなんか財産になるようなものに変える。すごいね。ゆうすごいね。やるね。あ、そう。そういうことです。例えば時計とかそういうことですよ。そう、時計もそうだけど、だから時計の何がって言ったら、その金とか銀とか現物に変えるってこと。現物に変える。それもありです。だ紙切れなのに田中貴金属に行って金に変えることはできるじゃん。確かに確かに。そうするとそれがその金そのものがもうお金としての価値を生むでしょ。だけど紙切れはそのインフレとか起きたりするといつでも価値値打ちがなくなっちゃう。そうですよね。100年後それが使えるか、その今の価値があるかわからない。確かに。だから物価が上がってるでしょ今。そうすると今までの持ってたお金では、なんかそのいつも食べてたものが、買えなくなったとか、おかしいじゃんそれは。確かに。そういうのが起きるから、その現物に変えるってことなんだけど、その金を買うっていうとやっぱりちょっとお金が銀とか、そうですね。なんか相当ちょっとたくさんお金出さないとなんか買えないじゃない。だから僕が一番今いいなと思ってるのは、その今イラクディナールとか、ドンとか言ったけど、そういう金の裏付けがある紙幣っていうのをめちゃくちゃ知識があれば変えとくのはいいかもしれない。でもまずそこまで行くには結構さ、どのお金がこれからいいわけよとかって勉強しなくちゃいけないじゃない。そうですね。そうだからなんかまた機会があれば、そういうところこれがいいよとかっていう話もここでね、できるんだけど、今一番ねいいのはね、2人だったら10円玉がいいと思う。10円玉？10円玉。10円玉って何でできてる？銅で。そう紙じゃないじゃん。確かに。それそのものに銅の価値があるじゃん。確かに。じゃあもう今日から10円玉貯金です。そうですね。そうだから10円玉を別に損することないじゃん。確かにそうですね。もしさ、じゃあお金の価値が変わらなくて、なんか一兵衛に言われたけど、別にお金何もないじゃんみたいな。だけどよかったっていうことで10円は10円としてまた使えばいいわけ。だけどお金がもうインフラとかでガーって値段が落ちちゃってするでしょ。で今日本はそうなろうとしてるんだけど、まあテレビとか見てても分かると思うけど、その日銀がどうでこうでって言ってね今やってるんだけど、その時もそれは銅としての価値は残るから、お金が全く損がなくて、それでもし買わなくても10円で使えばいいんだから。なるほど。損がなくてちっちゃいお金でやれるっていうのが一番いいじゃん。確かに。だからなんかたまにね5000円とか1000円とか銀行持ってって時間の時
10円玉に変えて、それをタンス貯金する人、賢い、確かにがまあ一番安全な、感じ。で10円玉がいっぱいになったらそれを銀とか金に変えていけばいい。レベルアップですね。レベルアップ。YouTuber の盾みたいな感じ。最初銀から。そうですよね。10円玉も溶かしちゃったらどうのなりますよね。そういうことか。そう。2000人。2000人。でもね、やっぱりね、男の人よりもその女性の方がそういうマネーリテラシーって今ね、しっかりしてて高いね。喋ってて。年代的に見ると。だから男の人の方がね、意外と考えずに、そのあれなんですよ。なんかもう働いてって繰り返すじゃない。確かに。いい学校行っていい会社勤めてみたいな。そうするともう騙されちゃって、そのループに入っちゃうわけ。でローン組まされて、結婚して住宅ローン組んで、でもう一生そこに勤めて、そこから払ってって。怖いでしょ。めっちゃ怖いと思います。怖いよね。そう。お金に縛られるってことですもんね。それをね分かってる人がすごい少ないから、だから今言ってるようにもうねすごいその世界人口の 99% よりも今有利な感じですよ。もうやったー。今これを見てる方もみんなそうってことですよね。すげえ。で日本人はねやっぱり結構気づいてきてるから、もう今そうです。もう絶望的すぎてこのままじゃまずいよねみたいなのあるじゃん。崖っぷち。そう崖っぷち崖っぷち世代。やばい。大変な時にも言ってる場合じゃなくなっちゃう。でそのまあこの理解が正しければ、お金持ちとは多額の預金を持っている人のことではないと。で日銀は偽物のお金を大量に発行し続けているわけですが、これには漏れなく金利がついていますと。で本物のお金には金利っていうのはつきませんけども、負債には金利がつくと。金利ってだって勝手にやってるもんだからね。そうですね。さっき言ったローンですよね。それで最近は金利上昇圧力が強くて、日銀が巨額のお金を巨額の買いオペをして抑え込もうとしていることが一見報じられてますが、それが 0.5% を超えていますが、これにも漏れなく金利がついていると。ちょっとここら辺難しいから、もう分かんなくても全然大丈夫ですよ。なんとなく嘘なんだって分かれば、なんかこいつら悪いことしてんなっていうのが雰囲気で分かれば大丈夫です。で問題はその誰がこの金利を支払うのかということです。つまりその支払う人っていうのは負債を背負わされた奴隷だと、いうことです。でまあさっきも言ったように言ったじゃん、そのお金でどんどん奴隷を作っていくんだよ、だからまあざっくりした言い方なんだけど、それでどんどんはまっていっちゃうと。で日銀が金融緩和をして大量の国債を発行すると。で元ではゼロ、クリック一つで発行できると。でそれが金融機関が買うと。であなたが払った年金預金や信用創造で増やして買うと。で要するにそれはあなたのお金ですよ、本当はね。で日銀は金利を支払うわけですが、その原資っていうと元は政府が税金として国民であるあなたから徴収すると。でさっき言ったように税金がどんどん上がると。もうがんじがらめにしていくわけですよ。ね、悪いですよ本当に。いい加減にしろ。もう騙されないぞ。で日銀金融緩和をしすぎたので、金融機関が大量に国債を売りまくるので金利が上がる。これ今起きてることですね。だからなんか難しい言葉並べ立ててやるんだけど、そうやってどんどん今はめてってるんですよ。で日銀は金融緩和をして売られる国債を買いまくるけど、金利上昇っていうのは結局抑えられない。で全く今それがそこですね。日銀のことニュースが。で金融緩和をした分にも金利がかかる。でそれを国民であるあなたが税金として支払う。なんか騙されてる感じするでしょ。でしかも
インフレが急速に進行する。で騙されてるでしょこれ完全に。で金融機関は国債を売ったお金を日銀当座預金に預け入れ、で金利を受け取ると。でこの金利は変動金利で上昇してしまうと。でその金利は国民であるあなたが税金から払う。やだーそして利益が生まれますね。そしたら利益を得るのは日銀の株主と金融機関。さっき言ったロスチャイルドどんどん首が締まってくる。絞り取られてる。怖い。そう首回らなくさせます。で最新のデータは見つかりませんでしたが、700兆円程度あるマネタリーベースのうち日銀当座預金に預けられているのは650兆円程度なんだと。そうで本来当座預金っていうのは金利がゼロのはずなんです。そりゃそうじゃん。だっていやだって向こうそっちがくれよって話でしょ。お金預けてんだから。そうでも今は変動金利っていう風になってる。でこの巨額の650兆円の金利をあなたたちが支払う。やだー怖いわー。もう騙されてる以外何もなんでもないんです。怖い。そうでもうそれが今行われてるんですずっと。だからもう崖っぷちの世代で。崖っぷち世代ですね。そうもうなんかその頃から要するに20歳って何年前なの？私5年前になります。5年前。はい。じゃあもう超崖っぷちの時にローンとか組めるようになった。うわー。Z 世代ってそういう意味だったんですか？そう。そう。よく気づきました。気づいてしまった。全然いい意味ないです。何年前ですか？今23なので3年前。うわもう本当にね Z 世代だね。それで、これまでは 0.1% の金利を支払ってきましたが、1% 程度にまで上げざるを得なくなると考えられます。ですから、こういうことになるわけですが、これはもっと上がるということになると。で経済学者に言わせればこの書いてる人はねただの素人であちこち間違ってるという人もいると思いますと。池上彰とかには言わせればそれは違うああだこうだと理屈を多分こねてくるでしょうと。でもその間違ってる点があるかもしれないけれども知らないことも多々あって税金が上がると政府を攻撃する人が多いのですが元凶は政府ではなく日銀にあってこれが国民の最大の敵だと。さっき言ったその日銀っていうとそのロスチャイルドとかそういうところにつながっていくんですけど一部の本当にそのピラミッド層の僕たちを家畜のように扱ってるグフフっていうやつ。うわー怖い。そうで意図的に分かりにくいシステムとしてわざと作ってると。分かりにくいでしょ。確かに今説明されなかったら分からなかったです。そうでしょ。何をなんか難しい言葉いっぱい並べるじゃん。で結局何言ってるわけよみたいな。新しい言葉とかいつも考えない。そうでごまかしてくる。でそうやって作ってって成り立ちをだからなんとなく理解するだけでもこちらの対応っていうのが変わってくると。さっき言ったように10円だったら紙切れじゃないから資産価値があるんだっていうともうそれは10円じゃないわけ。もうそれは立派なそのなんつうの担保として資産だわけ。で、最近特に日本の国債の売りが多くて、日銀がその買いオペを急拡大させていて、日銀の国債保有率が 56% にまで到達していますと。でそして金利上昇を止められていませんが、この負担をするのは日本国民であるということを知っておくべきです。そして日本政府がなぜ戦争に向かって舵を切ろうとしているのかがここからもよくわかると思います。日本国民が一揆を起こす日は来るのでしょうかっていうのが今日のちょっと読まさせてもらった。ありがとうございます。それちょっと聞いてみてちょっと順番にこう。いやなんかどう思います？全部その金利が上がって、国が借金するわけじゃないですか。それをなんかこの私たちが
全部払ってるわけじゃないですか、税金として、なんかそれがどんどん上がって、なんか日本自体も騙されてるじゃないですか、なんかそれがもうなんかバカに思えてきたっていうか、なんかなんていうんですかこんな借金まみれの国、なんかもうこれってもう正直返せないじゃないですか、ここまで来ちゃったら、だからどんなに私たちが頑張ってもなんか払い終えないっていう、このなんかローン返済みたいな感じ、なんかローン時刻みたいな感じに今もうその渦に入っちゃってる私たち、なんかかわいそうだなって思いました。ああ、もう的確なもうレギュラーでお願いします。金ワールドっていうやらしいタイトルで。やらしいタイトルどうでしたか？そうですね、私そのお金の話とか経済の話とかって、もう小難しいから分からなくて、まあ、正直そのニュースとかでこう見ても、よく分かんないからいいやスワイプみたいな感じだったんですよ、でも今こうやって一兵衛さんの解説聞いて、あ、そうだったんだ、でも確かに考えてみるとそうだよなって思うことがすごく気づけて、で今日こうやってこう見てくださってる視聴者の方とかもそういうお話は聞けたわけじゃないですか、いやなんかもっといろんな人に知ってほしいなって感じました。この世界の真実というか、まあお金に関しての話ですけど、すごくいろんな方にそうなんだっていう風に気づいてほしいなって、もうそれこそ一気ですよね。一気を起こせるように。それをその YouTube とか、なんか自分で発信したらいいんじゃない？ああ、いいかも。それについて真剣にもう少し考えて生活を見直してみるとか。そう、別になんか全部知識があってから言わなくても、そのやりながら見てる人たちと理解し合ってって、そう学んでいく。ライブ配信だったらこうやってね、チャットで教えてくれたりするし、確かにね。とりあえず10円玉貯金やってみようと思います。そうやって若い人たちがこういうからくりに気づくってことが、その日本のためなのよ、これから。確かに。今後のために。そう。だから芸能界ではちょっとバカなふりしてといて、もう猫かぶってていいけど、そう実はちゃんと私勉強知ってるんですよ。10円玉貯金やってるんです。小さなことからやってみようと思います。でちょっとそういう話とか発信してたら、ギャップがあってかっこいいじゃん。確かに。ちゃんと考えてるんだなって思ってます。そう。で社長は？そうね。日本の税金システムって、いろんな穴があるというか、本当ね、例えば昔よく話に出たのが、自分が持ってる資産って3代ほっといたらゼロになっちゃうって。そう家とかなんでも全部没収されちゃうっていう話が、だって相続税とかで払えなくてね、全部没収されちゃうから、だから税金は怖いねって今思ったね。いや自分たちの先祖の土地をその国の巻き上げられるわけだから、今だって田舎の土地とかってもうどうにもならないぐらいになってて、ね、余っちゃってたりするから、二重課税って言ってますけど、にじみんもそれだね、今度の YouTube ネタは。にじみん昔ね、ちょっとグラビアっぽいYouTube で何人いた？25万人？22万人でしたね。22万人いたんですよ、前の YouTube チャンネルで。今そこをなくして、今新しく最近復活したんで、にじみんちっていうやってます。でやってます。それはなんか一人でやってたの？一人で、もともとはグループで活動してたんですけど、今まあちょっと諸事情あって抜けて、グラビアとお芝居と。有名 YouTuber じゃん。有名 YouTuber じゃないです。僕だって2万人しかいないですもん。すぐ消されるし。話はもう数年前の話なんで。にじみんで調べたらにじみんは死んだとか出てますから。だって俺いつもチャンネル登録数よりも再生数の方が多いんですよ。だからなんで登録しないのかわからない。登録しろよって。見るならすればいいじゃん別に。確かに。はい、今見てる2214人の方、チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。で、そのお金の話のその今回のなんかブログ取り上げさせてもらったことから最後ちょっとまとめで、そのさっき言ってたもう絶望的な世代なんだけども、それが今絶望的だからこそひっくり返ろうとしてるのよ。で、そのお金のシステム
だけじゃないんだけど、そのお金のシステムっていうのがその根本から変わろうとしてるの。それはどういうことかっていうと、そのブリックスっていう団体があるんだけど、そうだ検索してみてね、 BRICS ブリックス、それは B はブラジルの B、で R がロシア。あ、すごいですね。俺が分かんなかった。で I が分かんなくて C がなんか中国とかいろいろあるんですよ。でインドとかじゃなくて、そうインド。なんで知ってるの？ I はインドかなみたいな。なんでブリックスじゃないのに俺も忘れてるのに知ってんの？そうすごいですね。だからそこら辺がなんかもう中国とインドが会談したり、で今度サウジアラビアがそこに参加するって言ってたり、そこのブリックスっていうところはニュースはメディアはなるべく隠すんだけど、でも別にその海外とか日本でもそのテレビでは やらなくても、そのヤフーニュースとか探せば Google で検索しても全然出てくるんですよ。そこがやろうとしているのがそのプーチンさんとか習近平さんとかと一緒にやろうとしてやってるのがそのゴールドバックって言って、ゴールドバック、はい、その紙切れに金の資産担保をつけていこう。だから今すごい市場で金が上がりまくってて、でそこに反対してるのがそのヨーロッパたち。でこの間プーチンさんが演説で、もう我々は独立してやりますと。でそこにサウジアラビアとかいろんなもうインド、中国、ロシアって入れるだけで、もう35億人とかいっちゃう、世界人口のもう半分ぐらいになってっちゃう、でそこでサウジアラビアとか石油持ってる国とか、今もうとんでもない数が参加してってる、でさっき言ったベトナムドンとかイラクディナールとかも加わってってて、それが表に出ると、市場に出ちゃうと、もう市場は崩壊するわけ。それでじゃあ日本も円っていうのはもうお金じゃないんですよ。紙切れになっちゃうんです。でも面白いのが日本ってこっそりといろいろやってて、さっき言ったように、スーパー行けばロシアの魚が売ってるんですよ。戦争して経済制裁するっつってんのに、ちゃっかり輸入してるんですよ。そう帰りスーパー寄ってけばロシアの魚売ってるから。確かに。そうカニはロシアからですから。でそこと取引してるってことは、もうその紙切れだったらロシアは絶対に取引してくれないの。ルーブルはロシアのルーブルっていうのはもう金担保になってるから、じゃあ日本も金担保になってんじゃねえかよっていう話なのね。そうそこが僕たちのこれからの人生が大きく変わると思う。だから金を持たなくちゃいけないっていうんじゃなくて、今まで奴隷にされてきた紙切れじゃなくて、本当に普通のピュアな、で余計な税金とかもそれにはかからないから、だから僕たちは税金とかのない生活で、ちゃんとしたその裏付けがあるお金で生活できるようになるってことなんですよ。なるほど。で今まで騙し取られてたお金っていうのも返ってくるんですよ。帰ってくる。そう債務リセットって言って借金チャラになってるんですよ。だからね、それもね、その値さらげさらっていうの法があるんだけど、値さらげさら、そうそれがいつもう間近で発表されるんじゃないかって言ってるのが僕たちのこの界隈なんです。だからイラクディナール買ったとかベトナムドン買ったそう経済に詳しい人でもこんなのベトナムドンってどこで買うわけみたいな。確かに。そうよっぽど為替とかやって詳しい人でも、そんなイラクディナール買うとかまで言ってないですよ。だからね、この話をねちょっと勉強されると、本当にその唯一知ってるうちらの 1% の中に入ってっちゃえるんで、別にそれにお金のあれは投資とかないんですよ。知識だけつけとけば大丈夫。なるほど。いざもうそういう時になったら臨機応変にというか柔軟に対応できますもんね、知識があったら。そうで、あとその知っとくことによって、あ、これってマジで最悪だった状態が終わるじゃんみたいな。それを僕たちが千年王国黄金時代って言ってるんですよ。これから1000年は続くよねって。これだからもう働いたり別にお金のために働かなくていいんですよ。ユニバーサルベーシックインカムって言って生活保障っていうのがされてるから、それをいろんな国でも今発表されてるんですよ。
最高それ。日本もじゃあ。そうそうそう。それがもう本当に遠くないです。うん。始まってる国はそうイラクディナールみたいに始まってるから。楽しみですね。ということでもう時間があれなんで最後に告知をお願いします。はい。私 YouTube チャンネルをこの間開設しまして、おにっこありチャンネルっていうチャンネルでやってますので、もしフォローしてフォローじゃないや登録していただけると嬉しいです。どんなことをやっていこうと？なんか今後はなんかダンス動画とか、まだいろいろ考え中ではあるんですけど、上げていこうかなっていうふうに思っております。なるほど。はい。じゃあちょっと考え中です。でもそんだけちょっと知識すごいから知識がすごいっていうか頭がいい。勘なんだよね多分ね。でもそういう話好きなんですよ私。そうそうだからねそういうのもねちょっとやってったら同世代とかではって僕が言っても社長が言っても伝わらないところに伝わるから、ぜひやってもらいたいなと思いますし、そしたらねみんなで応援に駆けつけますんで、ぜひちょっと思い切って分からなくてもいいんでやってみてください。ありがとうございます。はい。はい、私ですね、今週の土曜日ですね、有名コスプレイヤーとグラビアをされている小町ねねさんと一緒に歌舞伎町のプリパレさんというコンセプトカフェですね、こちらでバーイベントを開催することになりました。衣装も決まってですね、2人でちょっとこんな感じのどうかな、ちょっとエッチな感じにしてみようかなみたいな感じの話し合いをしながらですね、今週土曜日たくさんの人がこう遊びに来て一緒にエッチなお姉さんたちとべしゃべしゃになりましょうねというふうに触れ回っておりますのでぜひぜひ遊びに来ていただけると、都内近郊の方だったりとか終電気にしなくていい距離の方とか、あとはもうどうにでもなれと思ってる方、ぜひぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。ツイッターもやってます。小町ねねさんは、そのコマネチと関係あるの？全く関係ない。いつもコマネチみたいな格好はしてはいるんですけど。関係あるんじゃないですか。絶対狙ってんじゃないですか。いや狙ってるかもしれない。ちょっと聞いてみますね。多分ちょっと聞いてみてくださいよ。こっちにかけてるって。そうなんですよ。ちょっと YouTube 的にあれかな。ちょっと過激な。いや絶対関係あると思いますよ。逆ピラミッド。もうひっくり返りました。ぜひぜひプリパレさんに遊びに来ていただいてね、目で確かめていただけると嬉しいなと思います。ツイッターもやってますのでぜひぜひフォローの方よろしくお願いいたします。以上です。はい。いや社長は一兵衛さん、多分もう皆さんでもねコメントの方で一兵衛さんもいいです。はい。知らない人いないかも。そうですね。チケットの方は今埼玉以外売り切れちゃったんですけど、そのデトックスラリーっていうことで、東京のやつはもう売り切れた。もう東京も全部。で全国今そうですね。で沖縄と北海道も5月の日にち決まったんで、また自分の配信でその日にちとか告知させてもらうんで。で学生は無料で小中高生、で、一般の人が北海道から沖縄まで全部、2200円っていうのでやってるんで、ぜひその打っちゃった人にはなんかプレゼントとか用意したり、そのどこまでできるのかわからないですけど、そのそのメドベッドというね、魔法のベッドが医療でこれからそういうそのベーシックインカムとかと同じように、これからどんどん出てくるんですよ。だからねそういうのもあるんで、そこまでちゃんとなんか持ちこたえられるように、なんか解読していけたらなというので全国回ってますのでよろしくお願いします。で楽しみ。時間こんなもんですか？はい。この後約10分。そんなかんないんじゃない？もう全部かかんないからね。5分ぐらいで。後半動画5分10分で後半のサブチャンの方でちょっと日米ゴムゴムワールドのギアセカンドっていうことでもっとちょっとルフィですね。だと思いましたなんか。ギアセカンドやらせてもらおう。ちょっといろいろ質問をできれば、社長の方から質問をガンガンしていただいて、楽しみ。あとチャット欄でも日米さんに聞きたいことがあれば。
どんどん質問いただければ。はい。はい。なので約10分から5分から10分後にサブチャンネルの方でギアセカンドやらせてもらいます。概要欄の一番上にリンク貼ってあります。はい。はい。それではわかりました。大丈夫です。はい。じゃあ一旦こちらは終わりです。はい。じゃあお待ちしております。どうも。はい。さよなら。バイバイ。ごめんだ。ごめんだ。ごめんだ。